八本上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経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 ご法前において唱え立て祀る御題目鳴らし立て祀る大金その主旨観となればウクライナ戦乱犠牲者及び戦死人没の少量等追善供養将来五代戦乱終結天下太平国土安穏世界平和万民家楽願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善本門八本上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経皆さんこんにちは。法華教授福頼でございます。今日は日蓮聖人の御書崇春天皇御書の一節をご紹介しようと思います。蔵の宝よりも身の宝優れたり、身の宝より心の宝第一なり、この文をご覧あらんよりは心の宝を積ませたもうべし。この御書の中に宝が3種類登場いたします。まずはじめが蔵の宝、いわゆるお金、物などの財産のことです。蔵に積むことのできるものの指しています。一般的に宝というとそのような財産のことを指すようですが、日蓮聖人はここで蔵の宝よりも私たちの体の宝の方がより重要なんだとおっしゃっています。どんなに財産があっても病気をしていてしまっては心が少しも休まらない、苦しみばかりが募ってしまう、心もくじけてしまう。だから蔵の宝よりもまず我が身の宝のことを考えるべきだ。そしてその身の宝よりもさらに優れた宝があるとおっしゃいます。心の宝です。心、私たちの魂と言ってもいい。体がたとえ弱くても心がしっかりしていればその人は充実した生き方ができる。心が弱っていれば体がどんなに元気でも財産が多く持っていてもどうしようもないことがある。ウクライナの戦争では侵攻したロシア兵がウクライナのさまざまなものを強奪して本国に持ち帰っていると言われています。それは個人の住宅から持ち帰ったテレビなどの家電製品であったり、トラクターなどの農業の重要な資材であったり、そして作物、穀物であったり、そのようなものを持ち帰っている。
これは蔵の宝にあたるものです。もちろん、他人の国に行って他人の持ち物を奪って帰っていい道理があろうはずはありません。でも、蔵の宝を奪われても、そして戦争の砲撃で壊れても失っても、命があれば、体の生命があれば、まだ取り戻すことができます。しかし戦争という極限状態では、その身の宝、体の命をも奪われてしまいます。しかし、最も大切なもの、心の宝に注目をしましょう。悪業を積んでいるのは誰か、罪のないものは誰か。罪のないものは亡くなった後も、その報いは安らかなものであるはずです。罪を犯した者は亡くなった後の報いはとても苦しいものになる。仏様の教えではそのように言います。そしてこの戦争の中でまだ生き残っている人々、その人々の心は失われていません。損なわれていません。ここからです。その心の宝を足元にしっかりと踏みしめて、そこから身の宝、そして蔵の宝、また新たな平和な世界への道筋を歩んでいく。その種が私たちの心には備わっているのです。先ほどの日蓮聖人の御書、一番最後、この文をご覧あらんよりは、心の宝を積ませたもうべしと説かれていました。この御書を読んだら、ここから心の宝を積んでいきなさい。そのように日蓮聖人は、このご文章を読まれた人に対して告げておられるのです。この文章が書かれたのは750年余り昔のことです。しかしその時を超えて、今このような書籍の形で私たちは読むことができます。そして先ほど私がこの書籍を開いて日蓮聖人のお言葉を拝読しました。心の宝を積みなさい。その言葉は今動画を見ているあなたの心に、あなたの魂に届いているでしょうか。届いたならばここからです。心の宝を積んでまいりましょう。本日は以上です。ありがとうございました。